皆さんおはようございます。まめです。今日は悪夢のレガシーチャレンジをやっていきます。前回マイラがティーンに成長したので、今日はマイラの高校初登校についていくところぐらいまではできるんじゃないかなと思ってます。そういえば新しい家のね、ここの壁がちょっと寂しかったんで、家族写真を飾りました。こちらはラバシーン様のモダンファミリーポートレートというカスタムコンテンツです。建築モードから一回こうやって写真の背景になる絵を決めたり、あとはちょっとフレームの違うこういう風にちょっとフレームが違ったデザインのものがあったりするんですけど、生活モードに戻ってからこのフレームの色を変えることができたりとか、それからこのねポーズをランダムで変えたりとか、これは世帯の管理画面に出てくる世帯の集合写真みたいなやつですね。それがそのままここに反映されるようになってるんですね。なので服装を例えばパーティーの服装に変えたりとか、冬の服装に変えたりとかいろいろとできますと。その世帯の管理画面の集合写真が反映されてるので、例えばこのジェラルドがティーンになったらこの写真の中でもティーンになっちゃうんですよ。でもそうじゃなくって、この状態のまま残しておきたいなと思った場合は、このねロックポートレートっていうのをクリックしておけば、たとえジェラルドや他のシムが成長したとしても、この写真はこの状態のままロックされて残るっていうことになってます。ちなみにズームインとかズームアウトもできます。めちゃくちゃ便利なカスタムコンテンツですよね。私はもうどのレガシーチャレンジでもこの家族写真カスタムコンテンツにお世話になってます。このカスタムコンテンツのリンクは概要欄に貼っておきますのでね、ぜひ興味のある方はラバシーン様のサイトからダウンロードしてみてください。他にもねめちゃくちゃ便利なモッドやカスタムコンテンツがあるのでおすすめです。ダニーさんがアートラバーの特質を取りました。それはとても合っていると思います。画家になる願望を持ってるんでね。あと1枚素晴らしい品質な絵画を描いたらこの段階が終わります。やっとダニーさんの願望が最終段階に入りました。よかったよかった。クレイさんも2000ポイント貯まってるので、あれですね、このトイレにあまり行かなくて済む報酬特質を取っておきましょうか。意外と頑張りましたね。さて、それではですね、今日はジェラルドの5時間楽器を演奏するっていう願望の一つを達成するためにどこかにお出かけしようと思います。サンセコイアのどこかに確かピアノが置いてあったような気がするので、ピアノを5時間弾いてみましょう。この辺になかった？あっち側か、反対かな？あった、これ。誰か聞きに来てくれるかな？校長先生、チップ払ってくれた。ありがとうございます。頑張ってますジェラルド。そっか、ラウンジと違ってただの道端だから通行人の数がかなり限られてますね。めちゃくちゃいい天気ですね。あと2時間頑張れ。ありがとうございます。こちらのシムがチップを払ってくれました。こちらのシムもありがとうございます。ストリートパフォーマンスですね。また来て払ってくれました。ありがとうございます。いつの間にかもう5時間経っていたので、これは終わりにして帰りましょう。ではジェラルドにはもうちょっと頑張っていろいろと絵を描いてもらいましょう。めっちゃ歌ってるマイラマイラにさインスピレーションを受けた状態になってほしいんですけど、その願望にねインスピレーションを受けた状態で料理を作るっていうのがあるのでなってほしいけど、いっつもなんか違うムードレットの方が勝っちゃってて、なかなかインスピレーションを受けた状態にならないですね。まあしょうがない。やってる間になるかもしれないから作ってみようか。ダメでしたね。来た。やっとインスピレーションを受けた状態になりましたので、なんか作ってもらいましょう。ジェラルドは一回休憩してご飯食べましょうか。あれ、料理作ってる間にまた自信のあるムードレットになってしまった。なかなか難しいな。インスピレーションを受けられないクレイさんが執筆活動が嫌いだと言っていますね。あなたの願望ですよ、作家になりたいって。どうしようかな。でもあんまり確かに好きじゃなさそうなんだよな。いつも機嫌悪くなるし、結構すぐ書くのやめちゃうしね。クレイさんの気持ちに従ってイエスにしとこうか。執筆活動が嫌いな作家が爆誕しました。マイラとクレイさんがジョークスターになるそうです。いいね。なんかまだ親子関係は全然ギスギスしてないし、兄弟も仲がいいし、とっても仲良しの家族って感じですね今のところ。クレイさんまためっちゃ怒ってるけど。ジェラルドはあと1枚絵を描いたら終わり。
おはようございます。今日は月曜日なので、お父さんは2人とも仕事だし、マイラとジェラルドは学校ですね。でマイラはね、高校に初登校する日なので、せっかくなので一緒に高校についていきたいなと思います。さて、高校にやってきました。あれ？さっきまで制服着てたじゃん。制服に着替えなよ。ちょっと暑いかもしれないけど、一応制服に着替えてもらいました。せっかくだからね。じゃあタイミングよく校長先生がここにいらっしゃるから、校長先生に学校のことを聞いてみよう。すぐさまパソコンを触りに行く一匹狼のマイラです。ロッカー終わり当てよっか、ここで。そんでついでにこの同級生に話しかけておいて。ビーダさんちのお子さんだよ。なんかデコレーションでもしといて。結構お友達が増えてきたよ。カリエンテ家のお子さんだ。レイチェル・カリエンテだって。めっちゃ可愛いじゃん。めちゃめちゃ可愛くない？カリエンテ家のお子さんね。このシムも可愛いよ。みんな可愛い子がいっぱいいるよ。マイラ思っちゃったけど、可愛い子に挨拶する前に授業が始まっちゃった。知らない先生だ。デフォルトの先生はもう亡くなってしまったってこと？そういうことだよね。あらまあ。授業が終わりましたので、お腹が空いてるからなんか食べようか。混み合ってる。みんなデフォルトの子かな。デルガトー家のお子さん、フレックス家のお子さんでしょ。これさっきのカリエンテ家のお子さんでしょ。こちらの子はラソーヤさん家のお子さんだ。一匹狼のマイラは友達のテーブルからは離れて一人で食べてます。一匹狼には高校は辛いよね。さっきの可愛い子、ブレッドソー。このシムはデフォルトの子供じゃなさそうですね。ちょっと一匹狼の前らには申し訳ないけど、ちょっと話しかけとこう。どこ行くの？突然ディベートの練習をすると。一人でトイレでなんか高校初日のお昼休みにするべきことではないような気がしますけれども、マイラはね、一匹狼でなるべく他のシムと話したくないっていうことで、休み時間ぐらい好きにさせてあげようと思います。さて、午後の授業が始まりました。はい、午後の授業が終わったので帰るか。で、このお隣にいるシムにだけ話しかけておいて。今のところこちらのラソーヤさん家のお子さんのブライスさんと相性がいいみたいですね。よし、帰りますか。お疲れ様マイラ。ではご飯を食べて、請求書も払わないといけないんだ。月曜日でしたね。バニーさんが昇進して帰ってきました。お疲れ様。イライラしてる。先に忘れないうちに請求書を払ってもらって、いくら？ 1321。家が大きくなってしまったからね。ダニーさんとジェラルドの関係性がサポーティブになりました。いいね。本当にいい家族だな。誰もまだネガティブな関係性になってないですね。クレイさんも昇進して帰ってきました。おめでとう。めっちゃお腹空いてるね。珍しく幸せな状況で帰ってきた。クレイさんが暑くて死にそうだって。やばいじゃん。ちょっと待って。待って。ちょっとタンビーさんが家に来た。タンビーさんは子供たちのナニーであり、そしてダニーさんの浮気相手でもあります。マイラはちょっと久しぶりにナニーさんとおしゃべりしとこうか。クレイさん家の中入ってこないとやばいよ。ダニーさんが傑作を書き終わりました。いいですね。ダニーさんが遊びに来てくれたのはいいんだけどさ、家には入ってほしくないんだよね。入っちゃったわ。帰ってもらうか。ごめんね。てかさ、なんでまだ生きてるんだろうね。いや、すごい失礼だけどさ、もうとっくに亡くなる時期かと思ったんですけど。よし。ジェラルドが願望を達成しました。おめでとう。あともう一個ぐらいなんかやっとくか。そんで4000ポイント貯まるまでもうちょっと待ちましょう。ということで、お疲れ様ジェラルド。今日は寝といていいよもう。マイラは何してる？一人でチェス楽しんでるね。子供たちが頑張ってる間、クレイさんとダニーさんはウフフをして楽しんでおりました。じゃあクレイさんは仕事の課題はロジックスキル上げなきゃいけないんだ。ちょっと頑張ってやっとくか。マイラはもうそれはいいからロジックスキルを上げて、ダニーさんはディベートスキルを上げとかないといけないですね。カリスマスキルも必要なんだ。あれだな、家族用のクラブ活動を作って、それで
それでこれをずっと開催しておくことによってクラブ活動のポイントを貯めて、でこのクラブ活動のポイントでスキルが早く伸びるっていうのがねあるので、それをどんどん取得していこうかなと思います。とりあえずこれつけとくか。宿題が早く終わるやつ。そんでね、このクラブ活動をコール家のレガシー代々続くクラブ活動にしていきたいなと思います。ということで今日はマイラの高校に一緒についていけたし、ジェラルドの願望も終わったし、クレイさんとダニーさんは2人とも昇進したしということで、とってもポジティブな回になりましたね。ご視聴いただきありがとうございました。まだしていない方はぜひチャンネル登録していただけるととっても励みになります。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。またね。